り解説。1993年のテレビ番組ベスト10、懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1993年ってどんな年だったか覚えてる？もちろんだぜ。レイム、バブルが弾けた後の時期で、日本が次の時代に向けて動き出していた頃だな。特にテレビ業界は元気だったんだぜ。そうなの？どんな感じだったの？ドラマやアニメ、それにバラエティも勢揃いだった。みんながテレビの前に集まる時間が多くて、話題の番組がたくさんあったんだ。へえ、今でも語り継がれる番組って、どんなのがあったのかな？それじゃあ今回は1993年に放送されたテレビ番組を、ランキング形式で10位から1位まで紹介していくぜ。当時の空気感や思い出も一緒に振り返りながら、楽しんでくれよな。ワクワクしてきた。マリサ、よろしくね。第10位、朝だ、生です旅サラダ。1993年4月から現在放送中。ねえ、マリサ、朝だ生です旅サラダって知ってる？もちろんだぜ。1993年にスタートした朝の情報番組で、今も放送されてる長寿番組だぜ。へえ、そんなに長く続いてるんだ。どんな内容なの？メインは旅の情報だな。日本各地や世界中の観光地を紹介して、旬の情報や隠れた名スポットなんかを教えてくれるんだ。それに、美味しいご当地グルメや文化も取り上げるから、見てるだけで旅行した気分になれるんだぜ。それって、朝からすごく贅沢な気分になれそうね。そうだろ？それに、ゲストやレポーターもバラエティ豊かで、毎週新しい発見があるんだ。生放送ならではの臨場感も魅力だな。確かに、生放送ってちょっと特別感あるよね。で、どんな人が出演してるの？番組の顔は進行役のレギュラー陣と旅をするレポーターたちだな。特に面白いのは、海外リポートのコーナー。現地の人々との交流や珍しい体験が満載で、まるでその場にいるみたいに感じられるぜ。それは面白そう。旅好きにはたまらない番組だね。ああ、しかもただ観光地を紹介するだけじゃなくて、実際に行きたくなるような具体的な情報もくれるんだぜ。特に最近は、エコツーリズムとか地域活性化にも力を入れてるんだ。なるほどね。長寿番組ってことは、視聴者に本当に愛されてる証拠だよね。その通りだぜ。さあ、この番組から始まる1993年のランキング、楽しんでくれよな。第9位、スラムダンク。1993年10月から1996年3月。次は第9位、スラムダンクだね。このタイトル、すごく聞いたことあるよ。そりゃ当然だぜ。レイム、スラムダンクはバスケットボールを題材にしたアニメで、原作は井上武彦先生の大ヒット漫画だ。1993年から放送が始まって、スポーツアニメの金字塔とも言われてるぜ。バスケをテーマにしたアニメって、あんまりなかったんじゃない？その通りだぜ。当時、バスケは日本じゃそこまでメジャーじゃなかったけど、この作品のおかげで人気が急上昇したんだ。ストーリーも熱いし、キャラクターの個性が光ってたからな。主人公はどんな人なの？主人公の桜木花道は、赤髪がトレードマークの不良少年だ。最初はバスケなんて興味なかったけど、好きな子に近づくためにバスケ部に入るんだ。それがきっかけで、チームの仲間たちと一緒に成長していくのが見どころだな。好きな子がきっかけって、ちょっと可愛い動機だね。でも、それだけじゃなさそう？そうなんだぜ。最初はふざけてるけど、どんどんバスケにのめり込んでいく。ライバルや仲間との絆、試合での熱い戦いが本当に感動的なんだ。へえ、仲間との絆やライバルって、青春そのものだね。そうだな。それに、試合シーンの迫力もすごい。リアルなバスケ描写と、キャラクターの心の葛藤が絶妙に絡み合ってて、手に汗握る展開が続くんだぜ。見てると応援したくなる感じかな？まさにそうだ。特に湘北高校がインターハイを目指して戦うシーンは、すべてのバスケファンの心を掴んだと言っても過言じゃない。それはすごいね。スポーツアニメの魅力をぎゅっと詰め込んだ作品なんだね。その通り、スラムダンクをきっかけにバスケを始めた人も多いって話だぜ。だから、
第9位にランクインするのも納得だろ？第8位、振り返れば奴がいる。1993年1月から1993年3月。第8位は、振り返れば奴がいるね。1993年のドラマだけど、どんな内容だったの？これは医療現場を舞台にしたヒューマンドラマだぜ。天津老病院に赴任した熱血漢の青年医師石川源、石黒賢と、天才的なメスさばきを誇る外科医柴幸太郎、織田裕二の対立を中心に書かれているんだ。二人の医師の対立がメインなのね。どんな風にぶつかり合うの？石川は患者に最善を尽くそうとする熱血タイプ。一方、柴は冷徹とも思える判断を下すクールな医師だ。この対照的な二人が、医師としての信念をめぐって激しく衝突していくんだぜ。なるほど。性格が正反対なのね。キャストも豪華だし、見応えがありそう。ああ、他にも仙道明穂や松下由紀、西村正彦、加賀武史など、豪華なキャストが揃っているんだ。脚本は三谷幸喜の本格的なテレビドラマデビュー作としても知られているぜ。三谷幸喜さんの作品なんだ。それは興味深いわね。そうだな。最終回では衝撃的な展開が待っていて、視聴者に強い印象を残したんだ。1993年のドラマの中でも特に話題になった作品だぜ。短期間の放送だったけど、内容が濃いドラマだったのね。その通りだ。全11話とスペシャル版1話の構成だけど、深い人間ドラマと緊迫感のあるストーリー展開で、多くのファンを魅了したんだ。医療ドラマって、やっぱり人間関係や葛藤が書かれると引き込まれるわね。ああ、この作品はまさにそれを体現していると言えるぜ。だから、第8位にランクインするのも納得だな。第7位、ダウンタウンデラックス。1993年10月から現在放送中。次は第7位。ダウンタウンデラックスだね。1993年から放送されているって、すごい長寿番組じゃない？そうだぜ。レイム、ダウンタウンの浜田雅俊と松本人志が司会を務めるバラエティ番組だ。芸能人の裏話や面白いエピソードを引き出すトーク番組として、今も幅広い層から愛されてるぜ。芸能人がたくさん出るの？そうだな。毎回、豪華なゲストが登場して、トークや企画コーナーを繰り広げるんだ。特に注目なのが、ゲストたちの私生活を映した VTR を公開するスターの私生活コーナーだな。これが視聴者に大人気なんだ。それって、普段見られない芸能人の一面がわかるってこと？そうだぜ。家でのリラックスした様子や、意外な趣味なんかが明かされるから、ゲストの新たな魅力を発見できるんだ。へえ、芸能人の素顔が見られるなんて面白そうね。それだけじゃなくて、ダウンタウンの二人が繰り広げるトークがまた最高なんだ。浜田のツッコミと松本のボケの掛け合いは、まさに芸人の真骨頂だな。確かに、ダウンタウンといえばその掛け合いが有名だよね。それに、時代とともに内容も進化してる。最近では、SNS や YouTube で話題の芸能人やインフルエンサーも登場して、新しい風を取り入れてるんだぜ。だから、何十年も続いてるんだね。時代に合わせた工夫がされてるんだ。そうだな。長く続いてる理由は、その柔軟さとダウンタウンの変わらない面白さにあると思うぜ。だから、第7位に選ばれるのも納得だろ？これからも続いてほしい番組ね。第6位、料理の鉄人。1993年10月から1999年9月。第6位は、料理の鉄人ね。これも有名だけど、どんな番組だったの？料理の鉄人は、まさに伝説的な料理バラエティだぜ。毎回、選ばれた挑戦者と鉄人と呼ばれる一流の料理人が、テーマ食材を使って料理対決を繰り広げるんだ。料理の対決って、ちょっと面白そう。鉄人って、どんな人たちだったの？鉄人はフレンチ、中華、日本料理の3分野を代表する一流シェフたちだ。初代鉄人には、坂井宏之、フレンチ、陳建一、中華、そして道場六三郎、日本料理が選ばれて、まさに豪華メンバーだったぜ。すごいね。挑戦者も豪華だったの？挑戦者も全国から選ばれた料理のプロばかりで、
本気の戦いが見られたんだ。テーマ食材を使った斬新なアイデアや見事な技術に、毎回驚かされる内容だったぜ。テーマ食材って、どんなものがあったの？それがまた面白いんだ。トリュフやアワビみたいな高級食材から、かぼちゃや豆腐みたいな庶民的なものまで、幅広く取り上げられてたんだ。どんな食材でも、鉄人たちは芸術品のような料理を作り上げてたぜ。食材によって料理がどう変わるのか、見てみたいな。審査員も個性豊かで、料理に対する鋭いコメントが面白かった。俳優や文化人、料理評論家たちが、それぞれの視点で評価するんだ。じゃあ、単に料理を見るだけじゃなくて、審査のやりとりも楽しめたのね。その通りだ。ドラマチックな演出や緊張感のある対決シーンが、まるでスポーツ観戦のように楽しめたんだ。番組のプロデューサー石橋寛さんの手腕も見事だったぜ。料理の楽しさをエンターテイメントに昇華させたんだね。今もファンが多いのも納得。その通り、料理の鉄人は、日本の料理バラエティの歴史に残る名作だと思うぜ。第5位、高校教師。1993年3月から1993年7月。次は第5位。高校教師ね。このドラマ、なんだか少し重そうな雰囲気があるけど、どんな内容だったの？その印象、正解だぜ。レイム。この作品は、社会問題や人間の葛藤を深く書いた問題作だ。教師と生徒の禁断の恋愛をテーマにしながら、家族や学校、社会が抱える闇を鮮烈に描き出したんだ。禁断の恋愛、それはちょっと刺激的ね。でも、どうしてそんなテーマを選んだんだろう？脚本を手掛けた野島伸司さんが、タブーに挑む作風で知られているからだな。このドラマでは、人間の本音や弱さ、社会の歪みを描き出して、視聴者に衝撃を与えたんだ。主演は誰だったの？主演は真田広之と桜井由紀子だ。真田が演じる教師羽村隆夫は、過去に傷を持ちながらも、優しさと誠実さで生徒に向き合おうとするキャラクターだ。一方、桜井が演じたヒロイン二宮真由は、家庭や学校で孤独を抱える繊細な少女だ。それって、二人の関係がどうなるのか気になるわね。でも、周りの人たちも絡んでくるの？そうだな。二人を取り巻く登場人物たちも、それぞれが悩みや葛藤を抱えていて、ドラマに深みを加えている。親や同僚、同級生たちの存在が、二人の行く末に影響を与えるんだ。それは重厚なストーリーになりそうね。視聴者にどんな反響があったの？社会的なテーマに賛否両論が巻き起こったが、それだけに注目度も高かったんだ。最終回は衝撃的な結末で、多くの視聴者を驚かせた。賛否があったということは、それだけ影響力があった作品なんだね。その通りだぜ。高校教師は、ただの恋愛ドラマじゃなくて、社会問題を鋭く突きつける名作だった。だから、第5位にランクインするのも納得だろ？第4位、素晴らしきかな人生。1993年7月から1993年9月。第4位は、素晴らしきかな人生だね。どんなドラマだったの？このドラマは、高畑夢、浅野敦子を主人公に、家族や恋愛、複雑な人間関係を描いた感動作だぜ。夢は料理学校の講師をしながら、中学生の娘遥か、西山奈々と二人で暮らしているんだ。シングルマザーの奮闘がテーマなんだね。どんな人たちが絡んでくるの？夢の生活に影響を与えるのが、国語教師の柴木貢、織田裕二だ。彼は夢の高校時代の元恋人長沢邦夫、佐藤浩一の弟なんだよ。元恋人の弟。それは複雑そう。そうなんだぜ。しかも柴木は長年夢に思いを寄せていて、再会を機に積極的にアプローチを始めるんだ。ただ、彼には音楽教師で恋人の伊藤初音、鈴木京香がいるんだ。あらら、それは修羅場になりそう。初音は柴木への執着が強くて、彼が夢に近づくのを許せないんだ。それで精神的に不安定になっていく展開もあるぜ。なるほど。三角関係だけでも複雑なのに、他の人も出てくるの？そうだ。夢の元夫保坂新平、布施宏や、元恋人の国夫も絡んできて、
物語はさらに混迷を深めていくんだ。キャストも豪華だし、人間関係が絡み合って深みがありそうね。その通りだぜ。夢と周囲の人々が葛藤を乗り越える姿が感動を呼んだし、主題歌の井上陽水さんのメイクアップシャドウもドラマを盛り上げたんだ。複雑な関係性を描いたドラマは、やっぱり引きつけられるね。ああ、素晴らしきかな人生は、愛や絆の本質を問いかける名作として今も語り継がれているんだ。第3位、ダブル、キッチン。1993年4月から1993年6月。第3位は、ダブルキッチンね。このタイトル、なんだか家族ドラマっぽいけど、どんな内容なの？その通りだぜ、レイム。このドラマは2世帯住宅を舞台にしたホームドラマだ。若い夫婦とその姑が一緒に住むことになって、家族間のトラブルや笑い、感動が詰まってるんだ。なるほど。誰がどんな役を演じているの？主人公は若い妻花岡春子、山口智子で、夫の花岡修一郎、高島正信と共に結婚を、夫の実家で暮らし始めるんだ。そしてその姑で強烈なキャラクターを持つ花岡絹代、野際陽子が、物語の中心人物の一人だな。姑と嫁の関係って、いろいろ難しそうだね。どんなトラブルが起きるの？絹代は非常に個性的で、古風な考え方を持っていて、春子と衝突することが多いんだ。例えば、家事のやり方や育児の考え方が違って、お互いに譲れないところがある。でも、ただの喧嘩じゃなくて、家族愛をベースにした温かいドラマなんだ。じゃあ、ただの対立だけじゃなくて、何か解決するエピソードもあるの？ああ、家族全員で困難を乗り越えていく様子が描かれているんだ。特に春子が絹代の言動に立ち向かいながらも、徐々にお互いを理解し合う場面は感動的だぜ。そういうところが視聴者の心に響いたんだね。そうだな。さらに、コメディ要素も強くて、家族間のトラブルがユーモアたっぷりに書かれてるから、重くなりすぎずに楽しめるのも魅力だ。キャストも豪華だし、家族ドラマとしては完璧な要素が揃ってるね。そうだな。1993年の視聴者たちにとって、家族のあり方を考えさせられると同時に、笑いと感動を届けてくれる名作だったんだ。第2位、一つ屋根の下。1993年4月から1993年6月。第2位は、一つ屋根の下ね。タイトルからして家族の話っぽいけど、どんなドラマなの？その通りだぜレイム。このドラマは、両親を亡くした6人兄弟がバラバラになった後、長男の柏木達也、江口洋介が、家族を再び一つ屋根の下に集めようと奮闘する物語なんだ。6人も兄弟がいるんだ。どんなキャラクターたちなの？達也は長男で、責任感が強く家族を守ろうとする熱血漢だ。次男の柏木正也、福山雅治は頭脳明晰でクールだけど、内心は家族思い。長女の小雪、坂井紀子はしっかり者だけど、自分の夢を追いかけている。そして、三男の和也、石田一生は心に傷を抱えた繊細な青年なんだ。それぞれに個性があって面白そうだね。他には？四男の文也、山本浩二は元気いっぱいでスポーツ好き。末っ子の小梅、王子恵美は天真爛漫で愛らしいキャラだ。この個性豊かな兄弟が一緒に暮らす中で、たくさんの問題が起こるんだ。問題って、どんなことが起きるの？生活の違いや意見のぶつかり合いはもちろん、それぞれが抱える心の傷や社会での困難とも向き合うことになるんだ。でも、達也が持ち前の情熱で兄弟たちを支え、家族の絆を取り戻していくんだぜ。そういう話って感動的だね。どんなシーンが特に印象的なの？やっぱり、家族全員で困難を乗り越える場面だな。最終回のクライマックスでは、兄弟全員が心を一つにして大きな困難に立ち向かう姿が書かれて、多くの視聴者の涙を誘ったんだ。キャストも豪華だし、ストーリーも感動的で、これは確かに人気が出そうね。その通り、一つ屋根の下は、家族の大切さを教えてくれる名作として今も語り継がれているんだ。第1位、誰にも言えない。1993年7月から1993年9月。
第1位は、誰にも言えないね。どんなドラマなのかしら？これは1993年に放送されたサスペンスドラマで、主演は角地佳子さんだぜ。彼女が演じる松永かな子は、平凡な主婦として幸せな生活を送っていたんだ。でも、何か事件が起こるの？ああ、かな子の元恋人で弁護士の山田真理を佐野史郎が隣に引っ越してくるんだ。彼はかな子に異常な執着心を持っていて、彼女の生活を徐々に侵食していくんだぜ。それは怖いわね。かな子はどう対処するの？最初は夫の松永慎を幅雄一にも言えずに悩むんだけど、次第にマリオの行動はエスカレートしていく。最終的には彼女自身が立ち向かわざるを得なくなるんだ。他にも重要なキャストはいるの？ああ、マリオの妻山田美幸、山崎千里や、かな子の母親北沢文子、野際陽子など、多彩なキャラクターが物語を深めているんだ。主題歌も話題になったんでしょ？そうだぜ。松任谷由実さんの真夏の夜の夢が主題歌で、ドラマの雰囲気にぴったりだったんだ。この曲はミリオンセラーを記録する大ヒットとなったんだぜ。サスペンスと人間ドラマが絡み合った名作なのね。その通りだ。視聴率も高く、最終回は特に大きな話題を呼んだんだ。誰にも言えないわ。90年代の日本ドラマを代表する作品の一つと言えるぜ。これはぜひ見てみたいわね。ああ、きっと引き込まれること間違いなしだぜ。総評またはまとめ。今回のランキング、どれも印象深い番組ばかりだったね。ああ、1993年はドラマもバラエティも名作揃いで、テレビ業界が特に活気づいていた時代だってことがよくわかったぜ。それぞれの作品が、時代の空気や人々の心を反映している感じがしたよ。その通りだ。一つ屋根の下や誰にも言えないみたいなドラマは、家族や愛情、そして社会の中での葛藤を書いていて、共感を呼ぶストーリーが多かったよな。バラエティ番組も面白そうだった。料理の鉄人やダウンタウンデラックスみたいに、今でも語り継がれている長寿番組もスタートした年だったんだね。そうだな。そして、松任谷由実さんの真夏の夜の夢みたいに、主題歌が作品の世界観を引き立てる重要な要素になってたのも印象的だぜ。当時の番組が今も愛されているって、本当にすごいことだよね。1993年は、テレビが日本の文化や社会の一部として人々を繋いでいた時代だ。その熱量や影響力を感じる作品ばかりだったぜ。またこういう名作に出会えるといいね。ああ、きっとこれからも名作は生まれるさ。でも、1993年の作品たちは、いつまでも語り継がれる伝説だな。